こんにちは。今回の動画では買わない服8選をご紹介します。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんの物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。9月も終わりが近づき、朝夕はだいぶ涼しくなってきました。お店には秋冬の服が並び始めて、服を買いに行く方も多いと思います。私がたくさんの服を手放していく中で、同じ失敗を繰り返さないために、買わないと決めている服があります。今ではどんなに素敵で一目惚れした服であっても、買わないという選択ができるようになりました。これから秋冬の服を買おうと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。買わない服8選。1つ目、モノトーン以外の服。もともとカラフルな服を着ていたわけではありませんが、カーキやベージュなどの服は持っていました。カーキやベージュの服は着る頻度が低かったので手放しました。後から思い返すと、自分に似合うかで選ぶというよりかは、こんなコーディネートだったら合いそうという感覚で選んでいた気がします。動画を撮影するようになって、自分を客観的に見る機会が増えてくると、自分の見え方が気になるようになりました。服の色によって少しダサく見えることもありました。モノトーンの服はどれを選んでも失敗がないですし、着合わせもしやすくて髪色に合うことが多いです。少数精鋭のワードローブにしたいので、カラフルな服は持たないと決めました。買わない服8選。2つ目、乾きにくい服。中でも持たないと決めているのがデニムです。もともとはデニムが好きでしたし、デニムばかり履いていた時期もあります。以前働いていたパート先でデニムを制服化して履いていたことがあったのですが、乾きが悪く制服には向いておらず、連日履いていたら生乾き臭がしてくることがありました。それからはどんなに可愛くてもデニムは買わないと決めています。今日着た服が明日の朝に乾いていれば、おのずと服の数も減らすことができます。たくさんの服を買うお金も使わずに済みますし、洗濯の手間も省けます。買わない服8選。3つ目、サイズが合わない服。以前大好きなショップの店員さんが履いていた2万円以上するボトムスを購入しました。丈が少し長かったのですが、裾を折って履けばよいかと思い購入しましたが、数回しか履くことはありませんでした。私は身長が低いので、トップスとボトムスのバランスを間違えると、すごくダサくなってしまうことがあります。良いなと思う服は大抵丈が長いです。なので、ボトムスはなるべくすぐに裾上げをしてもらえる無印やユニクロで購入するというルールを決めたら、履かない無駄になるパンツがなくなりました。サイズが合わない服ほどおしゃれから遠ざかるものはないと今は思っています。丈だけでなく、肩幅のサイズ感や首周りの空き具合、ウエストのサイズ感など少しでも違和感を感じる服は大抵着なくなってしまうので、買わないと決めています。買わない服8選。4つ目、福袋で買う服。福袋はそもそも自分の欲しい服を選んでいることにはなりません。服を選ぶルールは、自分の行動範囲から必要なアイテムを見つけ、そのアイテムの中からデザインや着用感を見て、自分の本当に気に入ったものを選ぶということだと思っています。福袋は試着もできなければアイテムすら選ぶことができません。とはいえ、私も過去に好きなブランドの福袋を1万円で購入したことがあります。中に入っているもの自体はブランドのものなので変なものは入っていませんが、自分に似合うものは一つもなく、これなら着れるというレベルのものが1着だけでした。
結局着ない服はヤフオクで出品し、福袋の1万円は上回りましたが、買わなければ不要だった労力でしたし、本当に気に入った服を1着1万円で購入した方が気分よく長く着られて、結果的にコストパフォーマンスが良いと思います。買わない服8選。5つ目、一点物の服。その時にしか購入できない一点物の服に目がない時期がありました。作家さんが作る素敵な服なので一期一会ですし、値段が多少高くても買わないことがもったいないとすら思っていました。ですが、それも自分の中での流行りが終わって客観的に見たら似合っていないと思うことがあり手放しました。高かった一点物の服ですが、検索されるほど有名でない限りメルカリでは売れませんし、リサイクルショップでも引き取ってもらうことができませんでした。服も物もそうですが、高いものを購入するときは資産価値があるものか、もしくは長く壊れるまで使い倒せるものかということを考えてから購入することが大切だと今は思っています。買わない服8選。6つ目、洗濯できない服。家で洗濯できない服はクリーニングに出す必要があります。以前購入したものでクリーニングが必要なジャケットを持っていますが、今後買い替えることがあれば洗濯できるようなナイロンやポリエステルを使ったものを購入したいと思っています。洗濯できない服を持つということは、維持費がかかる服を持っているようなものです。たとえ買うときに安かったとしても、クリーニング代が必要であれば、結果として高くついてしまうことが多いです。クリーニングに持って行って取りに行くのにも手間もかかります。今は買う段階で服の生地の素材を必ず確認して買うようにしています。買わない服8選。7つ目、アイロンが必要な服。アイロンは持っていますが、アイロンが必要な服は買わないようにしています。理由はめんどくさいからです。一時期、綿 100% のスタンドカラーの白いシャツに一目惚れをして持っていたことがあります。お気に入りだからメンテナンスだって苦にならないと思ってアイロンをかけていましたが、ある時着ていこうと思った日にアイロンがされていなくて、お気に入りのシャツを着ていくことができませんでした。私のアイロンがけ忘れによって着ることができなかったのですが、これからも忘れる可能性は高いので、それならいっそのことアイロンがけの必要な服は買わないと心に決めました。買わない服8選。8つ目、動きが制限される服。私の場合は長いスカートやデニムのパンツ、胸元が大きく開く服やドルマンスリーブなどです。こういった服は作業をするときに結局着替えていることも多くて、洗濯物が増える要因になっていました。スカートは自転車に乗るときに乗りにくかったり、階段を上るときに裾を踏んでしまうことがありました。デニムは暑い日には張り付いて足さばきが悪くなることもありました。ドルマンスリーブは洗い物をすれば毎回たくし上げる動作が必要ですし、ご飯を食べるときに汚れやすかったです。結局可愛くて買った服も動きが制限されてしまうと日常的に着ることがなくなります。誰かに見せる衣装のような服なら別ですが、日常的に着る服は動きが制限されるものは買わないと決めています。いかがでしたか？今回の動画では
買わない服8選をお伝えしました。私は未だに失敗はありますが、買わないものを決めておくだけで勢いで買い物をすることがなくなりますし、手放すほどに買わない服が増えて条件が厳しくなるので、買える服自体がかなり減ってきます。皆さんの買わないものもコメントでシェアしていただけると、誰かの失敗を防ぐきっかけになると思うので、ぜひお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。